私は日本のドラマをいっぱい見てたので、他の外国人ほど驚いた時が多くないと思いますけど、やっぱり私が生まれ育ったアメリカとは違う文化と生活なので、驚いたことがいくつかありました。良くないとかアメリカの方がいいとか全然そう言ってるつもりはないです。ただ驚いただけです。運転手じゃない人は車の中でアルコールを飲んでもいい。これはすごく驚きました。アメリカでは車の中でアルコール飲むのは犯罪で、アルコールが入っているものを絶対に車の中で開けてはいけないです。開いてるビールの缶を置くだけで犯罪を起こしています。It's a car! アメリカではすごく厳しいので、日本でも犯罪かなって思ってて、助手席にビールを飲んでいる同僚にすごく驚きました。どうぞ。なんてことするって思いましたけど、こっそり携帯で調べて日本で大丈夫だと分かりました。はい、どうぞ。エアコンと冬の換気。日本ではエアコンが体に健康に良くないという考え方があることと、冬に学校の廊下の窓を全部開けることに驚きました。アメリカでは家にいる時はずっとエアコンをつけている人が多いし、エアコンが健康に悪いと思っていないです。アメリカ人の考え方は、夏は何よりも熱中症になるのが危ないので、暑い時は我慢しないでエアコンをつけた方がいいと。冬の寒さが風邪の原因だと思われています、アメリカでは。だから日本では学校の廊下の窓を全部開けることに驚きました。多分アメリカ人は廊下が寒すぎて風になるから閉めた方がいいと思うと思います。でも日本では暖房があまり体に良くないという考え方があるので、換気をいっぱいしないといけないと思っていますよね。アメリカでは全然換気していないわけじゃないんですけど、多分一つの窓を少しだけ開ける感じかな。でもアメリカ人のする換気は部屋の空気を変えるためだけで、エアコンを使っているから換気しようっていう考え方はないです。私は科学者ではないので、どっちの考え方が正しいのかわからないし、もしかしたらどっちもちょっと違うかもしれないんですけど、文化の違いに驚きました。人の粗大ゴミを持って帰っちゃダメ。アメリカだけかもしれないんですけど、アメリカでは、ゴミ袋に入っていない人のゴミは無料で誰でも持って帰ってもいいようになっています。ゴミの日に朝早く起きて持って帰れそうなものを、家具とかを探しに行く人がいます。そうするのが恥ずかしいとか、絶対嫌だとか、そう思ってる人も当然いますけど、ゴミから物取るのはアメリカではおかしくないです。日本ではダメですよね。全然汚れてないニューブロックが捨てられてもったいないって思って調べたら、日本では持って帰っちゃダメだと分かりました。いや、それ分かったらもちろん持って帰れなかったし、人のゴミを盗んだことないので安心してください。レストランに無糖のティーがある。日本ではレストランに行くと、砂糖が入っていないお茶、ウーロン茶とかあります。時々普通の炭酸水もあります。これは素敵だと思います。アメリカのレストランとかでは、砂糖が入っていない飲み物はコーラゼロぐらいしかないです。で、そこには私のアレルギーが入っているので飲めなくて、砂糖がいっぱい入っているものを飲む選択肢しかないので悔しいです。だから日本では、無糖の飲み物がいっぱいあることに驚いて嬉しかったです。パンの種類が
少ないです。アメリカ人はサンドイッチが大好きなので、アメリカのスーパーで買えるパンの種類がすごく多いです。その中、日本ではあまり見ない種類もあって、白い食パンでもアメリカではあまり甘い味がしないです。白い食パンは子供の食べるパンで、こういう種とかが入っているパンは大人の食べるパンというイメージがあります。日本のパンは甘さがあって白いパンしかないところが多くて驚きました。しゅんちゃん寝てるね。無理だとよく言われる。これ説明するのちょっと難しいんですけど、例えば手続きをしないといけなくて、銀行にこれをしたいんですけどって言って、その人は、それができるかどうかわからないので、私にそれはできませんとか無理ですって言われたことが何回もあります。驚いたのは、できないとか無理は結構直接で、日本人はまっすぐ言わないかと思ってたので、なんか無理だっていう言葉があまり日常会話に出てこないかと思いました。何年間も日本に住んでて分かったのは、できるかもしれないと言って結局できなかったらお客さんや上司に怒られるかもしれないので、無理だと言った方が安全で、その無理はできるかどうか分かりませんって意味だと感じました。私はそこで、でもこの間友達ができたって言ってましたよとか、ウェブサイトにできるって書いてありますけどとか言ったら、その後スムーズに手続きができます。いつもなら日本では直接じゃない言い方なので、その銀行とか病院とかのまっすぐな言い方に驚きました。でもそれはお客さんの時間を無駄にしたくないから、はっきり言ってるかなって思うようになりました。で、アメリカではお客さんがいつでも正しいっていう考え方で、無理言われてもとりあえずしてみるか、それかしようとしてるふりをしないと怒られるので、自分はできるかどうかわからない時でも無理だと言わないと思います。肉をよく食べる。ベジタリアンじゃないアメリカ人は肉が大好きでよく食べていますけど、なぜか日本は肉よりも魚とか豆腐の方が食べているかと思いました。でも日本に来て少し驚いたのは、寿司以外肉を食べる時が魚よりも多いってことでした。肉が入っていない野菜だけの料理はアメリカよりも少ないと思います。私は肉があまり好きじゃないので、魚の料理がある時はそれを注文しますけど、だいたいメインじゃないですよね。肉がメインの料理で、単品の鮭とかその感じですね。でも肉が好きな人が多いので、それはそうですよね。柔らかいクッキーは人気がない。アメリカではクッキーが一番人気なスイーツだと思います。アメリカ人にクッキーって言ったら思い浮かぶのは柔らかいクッキーです。自分で焼くときは中が生に見えるほど柔らかいクッキーを作ります。そしてクッキーの生地をそのまま食べることもあります。そういうなんかおやつがあって、あとその味のクッキードの味のアイスもすごく人気です。アメリカではだいたい硬いクッキーですよね。で、クッキーのミックスも硬いクッキーを作るミックスですね。アメリカではその硬いクッキーはクッキーじゃなくてチップス、おやつだと思われていると思います。入院は必要な時が多い。アメリカでは手術とかは半日で終わることならその日に帰ります。でも日本では半日かかるなら多分入院して一晩
泊まらないといけないです。そして手術とか入院する時間はアメリカと比べると結構長いです。骨折で入院する時もありますよね、日本では。すぐ手術しないといけない場合じゃなかったら、足の骨折でもアメリカでは入院しないと思います。帝王切開は異常なかったら2日目に帰りますけど、日本では異常なくても1週間ですよね。なんか問題あったら入院してるからすぐに治療を受けられるので、日本の方が安全だと思いますけど、今お母さんになっている私がいないと寝られない息子と離れたくないので、長い入院はしたくないです。私は肺の病気があって、その治療はアメリカだったら入院しなくてもいいですけど、日本では2か3日の入院になります。今は面会もできないのでしばらく受けないことにしています。ピザがめちゃくちゃ高い。アメリカではピザがすごく安いです。お金がないけどなんか注文したい時はピザを注文しています。みんなこのサイズのピザは500円ぐらいです。日本の回転寿司って感じですね。どうして日本のピザが高いのかよくわからないんですけど、お得って L サイズのピザ3000円だけって、アメリカのおしゃれなイタリアンレストランにいても会計は3000円にならないと思うので毎回驚いてますそれでも注文しちゃいます。美味しさは一緒なのでピザが好きです。大好きです。タナはあまり好きじゃないので注文あまりできないですけどしゅんちゃんは寝ています。しゅんちゃん